ウィスカーウッド。超巨大倉庫いっぱいの生魚を徴税人に叩きつけ楽々マックス納税を行った我らがネッツ。お城建設は二の丸の高さまで城壁を建設し中では石切港の設備移設を開始。さあ冬が来る前に築城の続きを頑張るぞー。まずはとんがり山開拓で使った片付けてなかった資材を回収。おっと金地金のレシピがアンロックされたようだぜ。銅なんて溶かしてる場合じゃない。黄金を私に捧げるのだー。わかりやすい視線とムーブ。まあ銅も青銅も余ってますんで。そんな鉱石を集めてくれている採掘現場の様子。露天掘りから最下層を横掘りしてコンベアーで搬出してます。それでは秋の最終日、雪が降る前に溜め込んだ資材で築城するぞー。天気は晴天築城日和だ。溜め込んだ切石は1600。とんがり山の横にも野ざらし保管が数百あるぜ。てなわけで今回は本丸の城壁工事、この二の丸の屋根が刺さってる部分は道でごまかすどー。屋根の上にも道が敷ける小技入りまーす。一つ積んでは父のためへ、二つ積んでは母のためへ、三つ積んでは金のためへ。才の河原の伝承かよ。って最後煩悩ダダ漏れしてるぞ。でアーチの下を全部ぎっちり埋めたんだけど、結局裏のデザインをこんな感じにしたので削除したよ。才の河原の石積み、それは報われない努力の意。アーチの裏は噴水にしたので、完成して水を流すのが楽しみだよ。優雅な噴水の裏でボロボロのネズミが水汲んでそう。有事の際には本丸に住まう上流階級ネズミも参戦できるように、バルコニーをつけてみました。矢玉が入ってそうな箱も完備、やたらやる気満々の城であった。水道管を溶音と配管。壁下の見えないところにしっかり配管、匠のこだわりポイント。こんな感じになりそうろー。遠くから見た感じもそれほどバランス悪くなさそうだし、本丸の城壁はこれで良さそうだな。では本丸内部の装飾、入ってきたネズミを威嚇するにゃんこ像を連打だー。だってそんな普通に住みにくいからやめとけ。考えがまとまらずとりあえず噴水と植物でごまかしました。まあ思いついたら作り直せよ。サザンクロストンネル入り口を整備して、スライダー作ったりと経路の確保をしました。尻が摩擦熱で火がつきそうなスライダー。ここに櫓を立てようかと思ったんだけど、アーチをうまく使えば面白い建築できるかな？あたおかさんがあたおか建築を始めました。意外と、あり？微妙だけどなんかでかいってだけで存在感あるな。櫓じゃないけどなんかの参考になるかもしれないから当分このままにしときましょ。そしてアーチの上にフェンスを設置しててふと思う、なんか薄っぺらいなと。アーチの上にはもう一段切り石積んだ方が綺麗かも。こだわり出したら止まらない、これがうちのレイムさんだ。てなわけで地道に一段追加であります。こうして無駄に積んだアーチと城壁工事で、1600あった切り石の在庫を使い切ったのであった。野ざらし保管分があるからまだ戦える。せこ技入りまーす。でも石切り工の移設工事でも使うから今回の工事はここらでやめた方が良さそうだな。一段高くした部分やっぱこの方がいいねー。厚みがあった方がかっこいい。橋かける時にもこの工法は使えそうだな。こんな感じになりそうろー。今回の工事で外側の防壁はほぼ完成したかな？次は城内の壁かな？そっちはまだ適当だから切り石が必要になるねー。また地道な建材作成だな。いまいち使い方が理解できない、蒸気バルブを実験するため色々模索中。こう二つに分けて貯蔵率の設定に差をつければ、節約できないかな？なお、普通に蒸気不足になり結果はうやむやになった。ふわ？鈴鉱脈現場もだいぶ低くなったので蒸気放出口を再設置。冬に備えて細かいインフラ整備。やっべ研究選択するの忘れてた。そういえば寝具の研究終わってるけど作るの忘れてた。安定の残念のー。博士たちを遊ばせとくのももったいないので、適当に茶の焙煎所の研究を依頼しました。今回の密輸業者、金地金の量がしょぼいね。ちょうど城建設で切り石使った後だし、こっちの在庫量が少ないと少なくなるんじゃね？どうやって島国の在庫量を把握してるの？ファックス？昭和かよ。結構時間かかったけど超巨大倉庫、4棟完成したどー。あとは上の建物を完成させれば石切り工の移転ができるな。とんがり島の伐採が、終わったどー。面倒だった割にほぼ動画ではカットされた悲しい存在。最終者はリストラだよ。建物は移動され再利用される日を待つ。蒸気バルブ、分岐させて値を変えたけど、両方ともフル稼働であります。自動制御のやり方がわからず。誰だ魚倉庫に金属を入れたバカ者は倉庫は魚のみ設定なのになぜ？
投入口の設定忘れてた犯人はお前だ。この投入口は今日から魚専用です。超大型倉庫に立て直したいが大変すぎる。塚代建設で手いっぱいだ。ニートこと建設作業員も17匹いるけど、建設時間かかるし大規模工事はできないねなどと言いつつ採掘と盛り土で植林等で大規模工事を行う霊夢であった。食いねえ、魚食いねえ。生魚アタックで安心の満額納税。移民船が来たぞー。今回の移民受け入れで島民は300匹の大台を突破だここまで来たらどこまで増やせるか挑戦だぜ。肥沃度 2% の残念畑、岩石の除去が終わったので肥料ご利用しで茶栽培を始めましょ。これだけ面積あればアホほどお茶飲めそうだ。未解除の実績で蒸気エンジンを使ったエレベーターで、21タイル以上移動させる実績があったので挑戦。蒸気エンジンってエレベーターの加速にも使えるのな。そしてエレベーターガン無視でスライダー使うネズミ。帰宅時に使ってくれれば実績解除されるかな？危ない、寝具作ろうと思ってたのにまた忘れかけてたよ。だが原料の布地の在庫は2枚だけ、このままじゃ仕立てた街灯の生産にすら影響出るぞ。てなわけで目の前の倉庫の上に、無理やり4件折工房を追加建設だただでさえ石切工の建設で手一杯なのに、さらに建設依頼を出す鬼領主であった。さらに超大型倉庫もマシマシ、延べ棒関連置く場所がねえんだわ。補給物資でもらった鉄すら800超え、どこも倉庫いっぱいだ。翌日折工房が完成してたので送料開始、生産量を見つつ増産するよ。原料が真下の倉庫にあったと家建てるの早いな。銅の延べ棒の置き場がない？だったらタンクにしちまおう。雨水も貯められるし一石二鳥だぜ。肥沃度 2% の残念畑、肥料の力で 200% になったどう？最大回復度も2から 5% に微妙に上昇。で茶の焙煎所の研究も終わったから建てようと思ったけど、これ汚染を発生させるみたい。工業区に建てるなら運搬方法も考えないとだな。まあそのうちね。適当だな。やるなら倉庫をがっつり建て直したいね。上に追加で建てて運搬で入れ替えて下を超大型に建て直す。さすがに工数でかすぎだ。先に建設依頼出したこっちの倉庫が建設中、さすがにまだ着手できないね。だな。だというのに後発で建設依頼した、こっちの延べ棒倉庫が先に完成した件。何かがおかしい。おっといかん、研究選ぶの忘れてた。適当に薬局でもやってて。こら貴様、何陰でこそこそサボっておるか。忙しいはずの建設作業員がなぜ？もしかしてお前建設現場への階段作り忘れてるんじゃ。あばー？ネズミ大砲とか階段があるから繋がってると思ってたけど、この一番上だけルートがなかったよ。いわゆるやっても歌である。そんなわけで各階層に移動できるようにネズミ大砲を整理しました。ダブルネズミ大砲も駆使して簡単ルートを作成。階段もちゃんと繋げ直しました。細かすぎてどうなってるかわからねえ。迷子の子はエレベーターで降りましょう。これなら確実に行きたい階層に行けるぜ。こうして経路が確立され不思議な力で受信した建設作業員たちが現場に向かった。ご安全に。日盛り人の専用宿舎を空きスペースに建設。ここなら通勤10歩とかだぜ。板の在庫が減ってきたので回収。超大型倉庫建設には144枚も板使うから、ホイホイ立ててるとすぐなくなる。蒸気を作るための燃料が必要だ。炭焼き窯に蒸気エンジンを追加だ。蒸気のために蒸気エンジンをつける矛盾、消費量が勝るか生産量が勝るかは謎。非常に今更だけど施設の補助物資の効果が、生産速度ではなく生産量のボーナスだったと気づいたのず。気づくの、おせえ。泣きながら銅工房を追加建設した。どんまい。気温も下がり0度になったところで実験用で追加のボイラーを建設しました。蒸気管の接続方法のチュートリアルが欲しいぜ。安心の無資格施工でございます。安心できねえよ。現状は我が島の精鋭の先祖が忍者のマヨちゃんが、もうダッシュで燃料をくべてるけど追いついてない状況。動きの動線を確認した感じ、悪くはなさそうだけどいまいち必要なボイラーの数と労働力が割り出せてないぜ。作業日報見た感じ蒸気の生産量が過剰？燃料消費は約200、生産量が140で60の赤字。丸太コンベアーを集約したことで生産効率が落ちてた初期の製材場撤去を。今までご苦労様でした。ほっほ？軽快なジャンプを眺め建設完了を待つ日々。日報で蒸気と賛同のチェック。両方とも特に問題はなさそうだ。よし、賛同に余裕があるなら残業だ。
残量進降輪、超大型倉庫を生魚で埋め尽くすのだ。蒸気実験場の建設進捗を確認してたら、薬局の研究が完了。木綿栽培してないけど次は綿栗工房をよろ。木綿から大量の糸を生産する施設。実験ボイラーが完成する前に蒸気タンクの蒸気が枯渇寸前に。もはや実験どころじゃねえ。お久しぶりです。元露天掘り現場です。今では立派な地下坑道。植林等改善工事の進捗も確認。寒い中、みんなで頑張って埋めたり掘ったりしています。そして日報を確認、蒸気の生産量の方が多いのに、なぜかタンクが枯渇してる件。どっかから漏れてそう、無資格工事じゃこんなもんだな。このままじゃ蒸気不足で放出口の熱源が消える、エマージェンシー、実験施設を有用して生産量を上げるのだ。バルブ実験は当分延期。経路確保できたおかげでやっと工事が進んできたよ。ちらほら工房が建ってきた。長くなりすぎ地下坑道、通勤が大変なので列車を敷設。昼間は誰も乗らないのに無駄に元気に動く列車。定時になってきたクラッシュ、混むかと思って2路線にしたけど左しか使わず。待ち時間より距離を選び片方だけ混む。これが悲しきネッツの王。綿栗工房の研究が完了。お次は何に使うか分かってないけど鉄製の鍋を選択。これでジェアニがコンプリートだ。ボイラーの燃料投入が遅れてる感じだったので火盛り人を増員。この範囲で6名体制、多すぎな気がするがなんかうまく回らないんだよな。結局増員間に合わず、一部放出口の熱源が消失したりしなかったり、ついたり消えたりでネズミの生態には影響ないけどややピンチだ。追加の銅工房が完成したので火ばさみの作成開始。これで燃料や延べ棒の生産量はアップ。結構な労働力を送り込んでる植林等の工事、それなりに進んでいる模様。雪でわかりにくい。こっちはとんがり山の聖地グループ、適当にやらせてたので最後の細かい処理をお手伝い。コンベアーすら使わせない非効率現場。地下グループは優遇してるのでコンベアーもしっかり延長。おっと鉄製の鍋のレシピアンロックされたぜ。じゃあお次は列車加速機で。集中トレインパワーアップ。鈴採掘現場を刷新じゃー。あと一マス掘れば地上と同じ高さになるぜ。こんな感じになりそうろー。線路の接続ミスに気づいた君、その洞察力名探偵並みだ。二の丸城内、石切港区画が完成だー。ルートの接続ミス発覚から約10日、長い道のりだったな。予想外に手こずったよ。お次はお魚納税用の超巨大倉庫建設。特に加工とかする予定もなく、ただ納税するためだけの乱獲。てなわけで釣り不当もマシマシ。釣り人が揃ったら随時稼働だぜ。春になって密輸人が来たぞー。地金たくさん持ってきてもらって悪いけど、お城の建材は取っときたいので控えめ取引。徴税人が来たぞー。準備万端、見よこの倉庫ぎっちりの生魚を。春のきつい徴税がなんぼのもんじゃー、生魚フェスティバルじゃー。キャッパー、生魚を徴税船に投げ込めー。でも生魚だけじゃやっぱり足りなく、金地金ちゃんを43個出してのマックス納税でした。春のマックス納税はやっぱきついな。無理して収める意味はなし。火盛り専用宿舎が完成。まだボイラーは安定してない重要任務だ頑張ってくれ。完璧主義者の完璧なヒップと、俊敏な先祖が忍者のマヨちゃんの精鋭コンビが引っ越した。雪が溶けて植林等の全貌が明らかに。緑の部分が減って肥沃度の低さがわかるぜ。平らになったけど微妙。平屋の上に農場スタイルで鳥間ワンセット建設。丸太の大量生産に一歩近づいたぜ。さて雪も消えたし石切港の引っ越しを、と思ったんだけど倉庫でうっかりやらかしてもうた。はい、貯蔵のチェックをミスって原料の石以外のものが大量にねじ込まれております。コンベアー繋いでないのに全部素手で運んできたんかい。超無駄な労力が使われていたのであった。あと工房稼働させるなら蒸気もつけないとね。まだ気温10度で若干寒い。エレベーターを使わずとも紅葉区に行けるようにスライダーを設置。城内に住んで紅葉区への出勤を想定。お次は3の丸に糸や布の服飾関連を移設しようと思い、保管するための倉庫の位置を考え中。このスペースならうまくやれば10棟くらい超巨大倉庫置けそうだな。倉庫の上にはこんな感じで家を建てて、その目の前に旗織り工房を建設すればすごく効率いいかも。ほうほう。さらに工房の間には効率が悪い疑惑のある蒸気エンジン。コメント欄でも労力に見合わないって意見が多いぜ。平屋の上に縦長の家を建ててたくさんの居住区画を確保するぞ。やっぱ見た目ダサいからやめたー。うちのレイムさんはいつも情緒不安定。上に床を張ってバルコニーみたいにでもするか？いやなんかダサいし考えがまとまらぬ。
そして長時間プレイで脳がドロドロになったレイムの出した決断は、CM の後で。そうだ、私はここに櫓を建てたいと思ってたんだ。生産施設のことガン無視で櫓かよ。まずはアーチを使って大まかなサイズを決めるどう？だいたいこんな感じかな？四角い城塞の弱点の角をこれで守る。これは櫓という体の居住施設になるので、移動がしやすいようにスライダーと。櫓っつうかタワマンだな。でスライダーの位置が中央になるように建物の中心を揃え、建設を開始。また頭おかしい建物になりそう。基本はアーチの構造で強度を保ち、その中に住宅建てたというイメージでございます。この世界建物の強度とか関係ないけん。気持ちの問題です。おい。中は狭すぎで階段が設置しづらかったのでエレベーターを4基搭載。朝微妙に混みそうだな。各回停止じゃなくて偶数奇数で分けてもよかったかも。なおエレベーター使わない場合にも備えて、横にも階段つけてみました。階段だけ木製なのは目立つな。石製の螺旋階段が欲しくなるぜ。こんな感じになりそうろう。こうして服飾関連の移設のつもりが、意味わからんタワマン建設になった。家が建たないと全体の雰囲気がわからないので、細かい装飾は下が完成してからやります。さいですか。納税生魚用超巨大倉庫が完成。だがまた倉庫の設定をミスって関係ないものがねじ込まれております。島全体で収納力不足。櫓完成してないけどスライダーの利用者が結構いる模様。輸送ハブの奴らが使ってるってことは、一応何らかの近道として使われるみたいだな。建設がなかなか進まなくてもどかしいのでおがくず飯の政策を外し高速建築に変更。今は飯より建築だ。燃料が思いのほかピンチだったので炭焼き窯を、増築。高炉についてる蒸気エンジンを使える位置にぴったり建設。倉庫整理のための倉庫を建設。片付け以前にとにかく何でも保管できる倉庫が欲しいぜ。植林等の整地作業をしてたら列車加速器の研究が完了。魚の串焼きの在庫がゼロになってたので燻製小屋を上に増築。煙で見づらい建設シーン。なんとなく植林等の埋め立てを追加でやることにしました。この労力を他に回せばもっと建設も暮らしも楽になると思う。ネズミなんぞ生魚があれば生きていける。私の欲望のために働かせることこそが奴らの有効な使い道よ。ひでえ。ってな感じで前世を敷いているわけではないけど、賛同は得られてるからそれなりに幸せだと思うよ。この島、未だにパンすらありません。徴税人が来ているぞ。資材を横流しだー。しれっととんがり山のここの採掘終わってたのな。ぐぬぬ、切り石500出しても地金32本にしかならないか。色々と建設で浪費しちまってるから少し資金繰りが苦しくなってきたかな。そんなことより列車の加速器つけようぜ。集中トレインをパワーアップだ。ああ蒸気の無駄遣い。一計加速器重点レールガン。いや加速器言うても蒸気の気圧だけだし。なんか加速しょぼい。初期の頃は高さもあったけど今は高さもないからだいぶ安全設計であります。スリルが足りねえ。さっきの密輸で地金32本ゲットしたのに納税で33本持ってかれた。島民増えて外税だけで4600、どんどん税額が大きくなってきてるぜ。そして320日目が終了。1年32日だからこれで10年が経過だぜ。10年と1日目、ネッツたちの夜明けぜよ。ネッツたちの開拓は続く。では石材用の倉庫が片付いてないけど我慢しきれず石切り工の移転作業を始めながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。なんやかんやありながらも順調に築城を進めるネッツ。次回はどんな建物を作り上げるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。